始まりました。R ズトークトーク MC の R です。よろしくお願いします。本日のコーナーは R ズよもやま話のコーナーです。このコーナーでは MC の R が近況や最近思ったことをトークします。最近英語力が B1 の後半から C1 まで2週間で伸びたことについてお話しします。僕もね、今回初めて知ったんですけど、今回のこの基準B1 とか C1 とかいうのは CEFR ヨーロッパ言語共通参照枠っていうねのがあるらしいので、その基準でお話ししていきます。ちなみに僕が言われた B1 の後半っていうのは TOEIC600 点くらいで C1 は900点前後だイメージだそうです。だからね、C1 って言われた時はね、ちょっと嬉しすぎて夜更かししてしまったんですけれども眠れなくなっちゃったんですけど、興奮冷めやらぬといったところでなんですけど、これ最初に言っちゃうと、これはあくまで AI と会話してそう言われたってだけの話なんで、実際に何かのテスト、TOEIC とかを受けたわけでもないし、外国人と関わりがたくさんあって会話を実際に人間としている中で英語力の向上を実感したとか、そういう話でもないんですよ。僕はね、ただ自分の動画に英語字幕をつけたいだけの人間なもんで、僕の周りに英語話者も外国人も一人もいないんですよね。だから今回はあくまで AI とライティングで英語で会話して、今英語力どのくらいだと思うみたいにフィードバックをしてもらったところ、2週間で B1 の後半から C1 になるという伸びがあったというお話をしたいということです。だけどね、この外国人が周囲に全くいない状況そのものがまさに僕が英語を勉強しなくなった理由でもあるんですよ。そもそもね、英語の勉強は学生時代までしかやってなくて、もう全く英語に興味がない状態で過ごした時期がありました。で、辞めた理由っていうのは、高校時代にね、先生が将来外国人と話さないなら勉強する意味はないってね言っててで、そのことのせいなんですけど、多分ね、この先生も全然否定するつもりでは言ってなくて、なんならね、僕がこうやって英語を頑張ってたからそうだよなみたいな同意してくれるよなみたいな感じでね言ったと思うんですけど、そのね、全く信じて疑わない感じにね、逆に僕としてはねショックを受けちゃったみたいなんです、当時。で、なんでショックを受けたかっていうと、それまで英語の勉強ってただ読むのが楽しいとか聞くのが楽しいっていうのでやってたんで、なんか目標があるわけでもなくて、なんなら積極的に勉強してたわけでもなかったんですよね。英語を単語を覚えたりとかね、そういうのやってなかったんです。今もやらないんですけど、そういうのは苦手でね。だから変な話、暗号解読みたいなね楽しみ方をしてたんですよ。英語ならではの表現とかを知れるのがすごい楽しくて、言ってみれば受け取る楽しみみたいな、英語で情報を受け取るのが楽しいみたいな感じでやってたんで、その時例えば目標として将来外国人と関わるような仕事をしようとか、そういうのを持ってたわけでは全くなかったんですよね。そこへ来て先生がさ、そうやって外国人と話さないなら勉強する意味ないよなんてね、ないよなみたいな言ってきて、だけどそう言われてみるとね、確かにこうやって英語の勉強をしているのって何の意味があるんだろうなって、学生はみんな思いますよね。この勉強って大人になって何の役に立つのみたいな、それみたいのを思ったんですよ。だからね、無駄だなと思って、もうそこからもうきっぱりとねやめたんです。ちょっとね、当時はね尖ってたんですかね、尖ってたみたいで、もう無駄だな、はいもうやめますって感じでやめて、でもその後も学校で授業があったりするからね、それを受けたりとかはするけど、それ以外は英語の文章を少しでも読むのもうっとうしいなと思うようになりましたね。だけどね、当時の英語力って今思うと我ながら結構すごいなと思うんですけどね、特にリスニングがすごくできてね、当時センター試験の過去問とかリスニングだけな満点とか一つ間違いとかだったんですよ。他は全然普通だったんですけどね。だからリスニングって簡単だよねみたいなね
思ってたんですよね。だから聞き取れさえしちゃえばさ、文章の内容はそんなに難しくないわけじゃないですか、リスニングって。だから当時は英語力の割に耳がちょっと良かったみたいな感じだったのかなと思うんですけど、なんでリスニング割と強かったのかなってちょっと思い返してみるとね、ちょっと変わった歌ではあるんですけど、エレクトリック・ライト・オーケストラのトワイライト、電車男の主題歌だったやつがすごい当時電車男やってた時好きで練習したことがあって、どうやって歌ってんのかとか発音してんのかとか意味を調べたりとかして、発音方法というかこういうタイミングに言ってるとかそういうのをね何回も聞いて練習したんですよ。最近まで忘れてたんですけど、そのことをね。それがねリスニングに良かったのかなと思って、でねちょっと思い出話になるんですけど、そのリスニング力が当時一回役に立ったことがあって、たまたまね知り合いの家にいる時に近くで迷ってる外国人の若い人がいてね、英語圏の国の人みたいなんだけどお前聞き取れるってね、全く英語を話せないやつがね積極的に話しかけて、聞き取れないんだけどって呼ばれて聞きに行ったことがあるんですよね。その時も一回さそいつに説明してるからね、その人ももう本当によどみなくなんでここに来たのかとか、なんで迷ったのか、なんで解決できないのかみたいなことをわーっと説明してくれたんですよね。でそれが全部聞き取れたんですよ。なんか自分でもね、すごいな、本当に聞き取れるんだとか思ったんですけど当時。だけど肝心のね、誰の家に来たかっていう日本語の名字のところだけ聞き取れなくて、だけどねその場にいた別の人が名字だけは日本語だから聞き取れたとか言ってなんとかなったっていうオチなんですけど、だけどねこの経験も逆にやっぱり外国人いないと英語って使うことないし意味ないなって思う材料にもねなっちゃったなと思いますね。そんな感じでね、もうやる気なくなって必要性も見出せなくなって、授業以外では英語にもう触れなくなって、そこから何年と経って今なんですけど、再開したきっかけがね、姉がねデュオリンゴやってみたらって言ってくれたことなんですよ。で趣味にいいんじゃないとか、ゲームやるなら英語のゲームにしたらみたいなね言ってくれて、でじゃあやってみっかって始めてみたら面白くてね。で課金するとデュオリンゴも最近はリリーとねビデオ通話がねできる機能があったりして、ビデオ通話って言っても、通話してるだけなんですけど、そういうのがすごい面白くて、だけどもう昔取った杵塚だから単語とか構文とかね全然わかんなくて、最初はスコア42くらいが始まったと思います。これがね CEFR だと A2 くらいらしいんですけど、とはいえやってたらね楽しくて結構飛び級で、2ヶ月弱くらいやった時には91くらいになってて、でこれは B1 の後半くらいのスコアらしいんですけど、これデュオリンゴもすごい面白いんですよね。そんな風に英語楽しんでる時にね、僕はこういう動画を編集するのに使ってるプレミアプロっていう動画編集ソフトに自動翻訳機能があるってことが分かってね、それでデュオリンゴやってるし英語ね趣味になってたから英語字幕つけるっていうのもありだねなんてね言ってたらね、また姉がね AI と話してみたらって言ってきて、なんかねここだけ英語の話だけすると過保護な姉だなってね感じなんですけど、なぜかこの英語に関してはすごく提案してくれまして、今となっては感謝しかないんですけどねそういうきっかけがあって AI と英語について話すとかいうのを始めたのが今から2週間くらい前のことでして、だから最初はねこのチャンネルの別の動画に英語字幕をつけるっていうのをやってみようと思って AI にね英語のこと聞き始めて、だからむしろ AI 君頼むから俺が話したことを英語に訳してくれよっていう感じ丸投げみたいな気持ちでね始めたんですけど、やってくうちにねニュアンス違くないかなとか、いやこれじゃあ違う意味になるよねみたいなねそういうのがどんどん気になってきちゃって、であれこれ指示とかねしたりしてるうちに、だんだんもう AI と英語で会話するのも面白いんじゃないかなって思い始めて、で
AI と英会話を始めたっていうことなんですけどね、これもまたやってみたらもう楽しくてね、やっぱり自分って英語好きだったんだなとか、英語に触れると楽しいんだなって改めて思いましたね。で、こうやって会話してみるとね、意外に結構通じるんですよね。AI の理解力がすごくて、だから僕も当時読んだりとか聞いたりとかだけで、ただ受け取るだけの楽しみだったっていうのは、こういうねプラットフォームというかやり方がなかったからかもなとも思うんですよ。そのくらいね、会話するっていう、書くっていうのもすごく楽しくて、でそれに対して英語で返されても結構わかるし、なんなら AI はレベル合わせて説明してくれるんで、最初にね、英語勉強中だよとか、このくらいのレベルだよみたいに伝えるのも AI との会話では重要かもしれないんですけど、僕もね最初はデュオリンゴで91くらいだよとかね言って始めてたんで、それでっていうのもあるかもしれないですけどね。でちょっとね、会話でね楽しいなと思うところっていうのがあって、知らない単語を言われてもそれをさらに AI に聞いて説明してもらったりもできるから、どんどんこう連鎖していけるっていうのもね面白いところなんでね、飽きないんですよね。そんな感じで AI とライティングで会話してたらね、デュオリンゴでリリーとスピーキングをしてもだいぶスラスラ英語が出てくるようになって、最初はね発音があんまり得意じゃなかったんで聞き取られないことも多かったんですけど、 AI とライティングで話しているうちにね結構通じるようになってきて、もしかしてこう読んだりとか書いたりしてる時につぶやいてるのがね良かったのかもしれないんですけど、もしかしたらリリーの方のねアップデートが入ったからかもしれませんけどね。それにしてもね、 AI にしてもリリーにしてもね根気よく付き合ってくれるもんで、だからできなくてももう一回やろうっていう風にねなりやすいっていうのはあると思うんですよ。相手が人間だったらさ、やっぱり付き合わせて申し訳ないなとかね、しつこいと思われるかなとかいろいろ思ったりとか、相手の時間とか体力を奪ってる感覚になったりねするかもしれないんですけど、そういうのもないしね、そんな感じで暇さえあれば AI と英語で会話したり字幕を作ったりとかして、で英語練習用の X とかもね始めたりして、でその投稿も英語で一緒に考えてみたりとか、そんな風に過ごしてたらね、 AI が今の会話から判断すると C1 だねっていう風に言ってくれたよっていう話なんですけどね。だからこの C1 っていうのはライティングから判断されてるっていうことになると思うんですけど、僕が今英語でやりたいことって基本的にライティングの作業だからね、余計っていうのもねあるかもしれないんですけどね。今勉強方法としてはリーディングとライティングは AI と、でリスニングとスピーキングはデュオリンゴでみたいなね感じになってます。じゃあ C1 だねって言われるようになって体感としてどのくらい英語ができるなと感じてるかで言うと、確かに今までよりは明らかに出てくる英語が増えたなっていう感覚はありますね。だけど AI が提案してくる文章っていうのがあって、 X のポストとかでこんな風に書くのどうかなみたいに言うとポリッシュにしたバージョンを出すよみたいなね言ってくるんですけど、それがねすごい秀逸な表現というかなんですよ。だからそういうのをね初めから全てできるようになったっていうわけでもないから、あんましねペラペラになったなっていう感覚はないんですけど、でもねいろいろ話しててあんまりこう表現に困る瞬間みたいなのはなくなってきたかなとか、あとは AI がやってくる英語、知らない単語が出てくることはあっても意味がわかんない文章とかはあんまりなくなってきたかなとかは思う感じです。何しろね目標にしてた C1 だよって言われるってことが達成できてすごく満足したので、このことをお話ししようと思ったんですけど、僕が今回これお話ししようと思った目的で思ったのはね、過去の僕のように英語やってみようかなって思ってるあなたはすぐ始める方がいいと思うってことと、あと一番は英語に慣れることが大事かなって
思ったんです。だからすぐ始める方がいいかなと思うんですけど、で僕がこういうお話をすることがね、ちょっとでも英語楽しいかもなって思うきっかけになればなと思いましてお話ししてみたんですけど、というのもね、慣れるって何って思うじゃないですか。僕もね、よく英語学習の体験談とか見てて、慣れるって何してんの結局みたいな、そんなことあるみたいに、ね、思ってたんですよね、再開するまで。だから未来が見えなすぎて、だからやる気も起きなかったっていうのもあるわけなんですけど、今の体感としてはもうちょっと慣れてきたなって思って、それがやっぱり楽しいから慣れるといいよっていうのはなんかわかるなって思うんですけど、その慣れるっていうのは何なのかっていうと、あくまで僕の今の感覚ではですけど、自分の中からこう出てくる英語が増やせると慣れてきたなって感じるかもなと思いまして、だから例えば単語を覚えるってことをするとしても、その単語、英単語と日本語の意味が一致するっていうのはもちろんではあるんですけど、自分がその単語を使いたい時にちゃんと出てくるようになると、自分って英語に慣れてきたなって思えるかなと感じましたね。じゃあどうするとそうなるのかなって思うと、新しい表現とか単語とかフレーズ、構文みたいなやつを無理やり使って文章を考えると、結構その単語を使う感覚みたいなのがつかめるような気がして、いわゆるインプットアウトプットみたいなことですかね。アウトプットするといいよみたいなことかもしれないんですけど、無理やり使うことでこの単語を使ってる時の感覚みたいなのが分かるような気がして、でそれがたとえ間違っててもこれだと違うんだなっていうふうに思えるというか、そう思えると、じゃあどうする、これを表現するにはどうするとか、じゃあこの単語ってどうやって使うのみたいな、そうやって考えるきっかけになったりして、そんな風に考えたりしていると、この単語とか表現ってこんな文章を作れるんだなみたいな感覚がだんだん分かってくるみたいな、そんな感じがするんですよね。でそうすると、それを言いたい時ちゃんと出てきてくれたりして、で慣れてきたなと思えるみたいな、なんかそんな感じかなと思うんですけど、この時って結構気分的には目隠しして何のガイドもなしに全力疾走するみたいな、そんな気分なんですよね。わからないけどやってみようみたいなやつね。だから結構不安なんですけど、その点相手が AI ならね、どんなに失敗しても適度に忘れてくれるから大怪我しないみたいなメリットがねあるかなと思うんですよ。で人間と一緒にもし勉強してたら、英語学習以外にもその人との付き合いとかもありますよね。だから間違いを覚えられるの嫌だなとか、同じことを何回も聞いたら申し訳ないなとかね思ったりして、間違えたくないなとか余計に思ったりもするかなと。だから挑戦しづらくなるというかもあるかなと思うし、相手も人間なわけだからね、逆に言えばちょっと面白い間違いとかしちゃったりすると、つい笑っちゃったりとかもねすると思うんですよ。そうするとさ、やっぱ笑われたっていう感じちゃうじゃないですか。何しろこっちは目隠ししてガイドもなしに全力疾走してる気分なわけだからね、こっちだって間違えたくって間違えたんじゃないんだよっていうねふうに思ったりするわけですよね。そういう人間関係を完全に無視できるのが AI の強みではあるなと思いまして、好きな時間にね、自分の何かしらのスマホでもタブレットでもパソコンでも端末があれば、その端末がネットにつながってればね、いつでもどこでもできるし、嫌になったらすぐやめれるし、で僕なんか結構落ち込みやすいんでぐちぐち言ったりねするんですけど、そういうのも人間だったらいい加減怒るよなってくらいぐちぐち言っててもね、絶対に疲れたりしないからね AI は。しかもそれを英会話でやれば自分の力にもなるわけじゃないですか何の力育ててんだって感じかもしれないけど、でもねやっぱ AI ってそういう意味でもなかなか人に見せられないような部分みたいのを見せても何とも思わないし、こちらの感覚としても相手の時間とか体力を奪ってる罪悪感とかもねないから、その点楽ではあるんですよね。英語で話すっていうのももちろんなんですけど、そういう時に
こういうの言ったらちょっとどう思われるかわかんないからなかなか言えないんだよなみたいなちょっと思うこととかね、あとちょっと昔ショックだったこととかなんかちょっと言ってみるとすごくね無尽蔵の体力でねポジティブに結構付き合ってくれたりしますんで、それもおすすめではありますね。僕にとっても自分の話をするっていうことそのものも意味があったかなと思います。でそうやってね英会話続けていくとだんだん目隠しではあるけどどこに行けばいいか分かってきたりとか目隠しがほとんどないように感じたりみたいなねそういう感覚になってきたりしましてそれが楽しいんですよね。ちょっと具体的なことで言えば AI の方がねネイティブの感覚というか持ってるからいろんな表現とかを使ってくるんです。その手段とかを実際に見れてでその形を自分の文章で使えたりとかね、あとは何気ない AI の返事の中にこれ昔この構文習ったなみたいなのがね混じってると思い出せたりとかもするんでね、逆に AI との会話だと同じような話をずっとしてると、AI も同じようなこと返してくるから何回も出てきて覚えられるみたいなそういうのもあるかなと思います。ということでデュオリンゴと AI を勧めてくれた姉とその両方を始めてくれた過去の自分に感謝ということで、そしてあなたも少しでも興味があるなら AI との英会話おすすめですよ。そしたらもうあなたは英語学習者の仲間入りですよねということでした。このチャンネルには AI と一緒に考えた英語字幕のついた動画もねありましていろんなことをお話ししていますんでぜひ他の動画もご覧ください。サブチャンネルの方ではですね趣味の MBTA について話している動画もありますので次の動画をチャンネル登録をしてお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回もぜひお聞きください。